皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道では、ウクライナの細かなニュースについては取り上げてはくれなくなってしまいました。そのためこのチャンネルでぜひとも情報の更新をしていってください。今回取り上げる話題は、ウクライナ軍による遠距離攻撃、次に小型ドローンの起点を利かせた使い方、新たな地雷としての小型ドローンの使い方についてご紹介します。最後に動画の後半では、ロシアの穀物輸出大国としての座が少し揺らいでいる話について解説しようと思います。まずはウクライナの遠距離攻撃の成功の映像から見ておきましょう。今回ウクライナ軍が攻撃に成功したのは、ロシアニジニ・ノブゴロド州クストボにある石油精製施設です。クストバは石油化学の工業都市で、人口としては6万人程度ですが、ロシア有数の大きな施設です。こちらの映像がウクライナ軍の攻撃を受けて炎上する施設の様子です。ロシア当局は大きな被害はなかったと報告しています。ウクライナ軍の襲来したドローンについてはそのほとんどを撃墜することに成功しており、一部のドローンについては原子力関連施設に墜落したことから、ウクライナの攻撃に対して抗議しています。ただ、映像を見る限りは夜空を照らすかなりの炎上の様子から攻撃が失敗したとは言えないでしょう。ただし、石油の貯蔵タンクと違ってこうした精製施設における火事は燃料がそれほどあるわけではないでしょうから、この炎上が長期間続くというわけではありません。一方で被害金額や修復にかかるまでの期間で言えば、石油タンクへの攻撃よりもより悪影響は長期化します。ロシア軍によるウクライナへの本格的な侵攻前であれば、欧米からも必要な部品などを簡単に輸入することができました。しかし、現在ではそうしたルートが断たれていることもあり、修理に長期間の操業停止も発生しがちなのです。次に、バイデン政権の残した最後の制裁についての続報が入っています。インドと中国はロシアからの新規石油購入を事実上停止したというニュースが入っています。バイデン政権が最後に行った制裁においては、ロシアの石油タンカーについて大規模にこれを制裁対象に加えました。それに伴ってロシアの石油輸送能力を大幅に引き下げることに成功し、ロシア側は新たな石油タンカーを用意しなければ通常通り石油の輸出が行えません。こうした新たな手間が加わることによってロシア側の対応を見極めたいとして、インドと中国は一度新規発注を見合わせたようなのです。その間埋めるためのスポット取引と呼ばれるものを別の国に回しているという話もあり、もうしばらくこの制裁に対する対応ではロシア側は販売機会を失うでしょう。次に、小型ドローンの活躍が目覚ましい戦場なわけですが、新たな使い方の映像も公開されています。それは戦場で待機する形で小型ドローンを地雷のように設置したままにし、目標物がやってきたら飛び立ち攻撃するといった使い方が紹介されていました。小型ドローンの性能上、長時間飛行するのはあまり向いていません。こうやって標的が自分の前を通り過ぎるのを待った方が効率的なのでしょう。そして小型ドローンを無線で操作していると、ジャマーと言われる通信妨害にかかって操作不能に陥ることがあります。この問題を解決するために今急増しているのが、光ファイバーで有線接続した状態のドローンを使うことです。こちらの映像はロシア軍の光ファイバードローンの追撃している様子です。機体の前方には対戦車弾頭を外したものが固定され、その後ろの出っ張りの黒い部分が光ファイバーが詰められているものです。こうした光ファイバーの有線接続されたドローンを襲うのも、これまたドローンというのも今のウクライナの戦場らしさを表しています。そして日本の自衛隊などでもこうした戦場での兵器の発達といったものを十分研究し、装備に反映させる必要があります。ついでにウクライナ軍ドローンによるロシア軍戦車の撃破の様子についてもちょっと資料映像をご紹介しておきましょう。現在地上戦闘においてはウクライナ東部戦線ではロシア軍が人海戦術をもとにしてじわじわと占領地域を拡大しています。ただウクライナ軍が黙ってやられているわけではありませんので、その点についてはご理解のほどよろしくお願いします。こちらも同じくロシア軍の戦車に対するウクライナ軍ドローンの攻撃の様子です。見た目としてはドローンは非常に小さいわけですが、弱点をつけば一撃でロシア軍戦車を撃破することができます。
最近ではドローン対策として戦車が通信妨害のためのジャマーを装備していたり、ドローンを少しでも防ぐための覆いをかぶせるなどの行為を行っていますが、そうした戦車であったとしても、ドローンが何機も何機も突っ込めば、ロシア軍のもともと弱い防御力を破ることができます。今日最後の話題は、こちらの記事。ロシアは穀物輸出の崩壊に直面しているという記事です。ロシアはここ数年で初めて世界の穀物市場における主導的地位を失いかけている。2025年にはロシアからの海外への穀物の輸出は3分の1減少すると予測されています。推計によると小麦の輸出量は1600万トン以上の減少。これは 28% 減少とかなり大きな数字となっています。こうした輸出量の減少に関して原因として悪天候による収穫量の打撃だけではなく、種子の輸入禁止というロシア当局の決定が影響しているとされています。2022年と比較すると、農家は収穫量の5分の1を失ったとしています。ロシアは小麦、大麦の生産量、そして輸出量の多い国で世界有数です。ところが今、ロシアは特に制裁がかけられているわけでもないのに、欧米からの種子の輸入に制限をかけています。それは、このまま欧米に依存した状態だと、いつか種が輸入できなくなるような制裁をかけられた時に、ロシアは大打撃を受けるといったことを想定しているためだと見られます。非常に多くの生産量があるロシアにおいて、なぜ欧米の種子メーカーに依存しているか、これはソ連崩壊と関連しています。かつてソ連があった時代においては、欧米との間における貿易は非常に限定的なものでしかありませんでしたから、欧米の種子メーカーから種を買うといった行為はありませんでした。ところが、ソ連崩壊時、経済は無茶苦茶になり、脆弱な経済の中で種子メーカーが育つことは期待できない状態でした。そのため、海外からの種を輸入するようになったのです。欧米の種子メーカーはソ連領内で作られる種よりも高品質で収量が安定するといったことがありました。そのため、ロシアにおいて世界的な競争力を持つ種子メーカーといったものが育つこともなく、欧米の種に頼るといった農家が多くなってしまったのです。ですが今、ロシアはウクライナに侵略し、経済的な制裁もいくつか受けています。今のところ食料に対する制限はかけられていないので、今すぐ緊急的に何かしなければならないというわけではありません。しかし、もしもそんなことが実現化したら、突然のように種の手配ができないという話にもなりかねないので、国内の種子メーカーを育てるためにも、欧米からの種を買うのに規制をかけているというわけです。確かにそうした懸念が実現するとすれば、ロシアの農業界にとっては大打撃は免れません。しかし、そういう懸念があるのであれば、そもそももっと前から取り組むべき話であり、何も今規制をかけるような話でもないでしょう。欧米から種を輸入してはならないといった話はないにもかかわらず、そんな規制をかける、それに伴って収量が低下しているというのであれば、これは単純に農家いじめのような光景となっています。ロシア国内では物価の上昇といったものも続いているので、収量が減って当然収入も減る農家にしてみれば、なんで今こんな政策を取るんだろうと愚痴も言いたくなることでしょう。プーチン政権は都市部の人たちに対しては非常に手厚い政策を取るのですが、どうも貧しくなるようにと地方の人たちに対しては厳しい政策を取り、軍へと志願するようへと仕向けているようにさえ見えます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。